皆さんこんにちは、哲夫です。前回はミニ旋盤をなんとか搬入することができました。今回は切削を始める前に、今後のためにこの旋盤の精度を測っていこうと思います。早速、チャックから見ていきましょう。少し表面が錆びていますが、25mm のセンターレス研磨の SK ロッドです。テストバーほど精度はありませんが、持っていないのでこれを掴んでみます。その前に、どのピニオンで締めたかわかるように、番号を振っておきます。まずは1番から。100分の3くらいの振れです。高いところに印をつけてみます。もう一度1番で締めて、再現度を見てみましょう。次も100分の3くらいで、同じ位置が高いです。これは優秀ですね。2番と3番の爪も同様に何回か行いました。自分のチャックはどの爪で締めると精度が良いのか知っておくと、加工に役立ちます。私のチャックの場合、3つの爪を均等に締めるやり方は安定しませんでした。まだ新品で当たりがついていないと思いますので、定期的にやっていこうと思います。一番精度が出るピニオンを見つけたらそのピニオンで締めた状態で芯を出しておきます。取り付けボルトを一度に締めるとずれてしまうので、軽く締めた状態から数回に分けて徐々に合わせると合わせやすいです。重くて柔らかいもので叩きたいので、銅のハンマーが良いかもしれません。しかし私は持っていないので、溶かした鉛の塊で叩いています。叩く位置はフランジの近く、それも取り付けボルトの近くを叩くと合いやすい気がします。気が済むまで合わせたら本締めです。また、外すんですけどね。次は四つ詰めをつけていきます。フランジを掃除していたら、取り付け穴に針が出ていました。針が挟まると精度が落ちてしまいますので、取り除いておきましょう。大事な主軸やベッドの精度を見るために、まずはテールストックを見ていきます。なんかガタガタしていて心配です。ベッドとの当たり面はちょっと粗い感じですね。ピックゲージを当ててみます。前後のズレはこのネジで調整できますが、上下の調整機能はありません。このゲージの数値が意味しているのは、主軸の中心から残念ながら下に100分の5ミリ低いということです。上に高い方に誤差があるなら許容できますが、下に低いのはダメです。前後は今、調整してしまいましょう。スピンドルの軸もベッドに対して5センチで100分の5ミリほど下がっているようです。テールストックは多用しますので早めに直さないといけません。前後の傾きは100分の1ミリ以内でした。いよいよベッドの状態を見ていきます。使うのはこれまた錆びた 25mm の SK ロッドです。センターで押すために芯を出して単面を整えます。これがこの旋盤での初削りとなりました。油を塗り忘れたので取ってきます。バイトの研ぎ方は次回の動画でする予定なので、チャンネル登録をしてお待ちください。センター穴開けて、初削りなので記念写真です。四つ詰めで芯を出します。往復台を送ります。ベッドの前後の曲がりはないようです。次はこのようにピックゲージをセットします。
触れのない状態から。芯を次第は100分の5ミリ下がっていると思っていましたが、100分の2ミリから3ミリくらいのようです。この辺り、ベッドの真ん中付近で100分の3ミリほど下がっていました。輸送中はサドルが旋盤の真ん中にあったのでその影響かもしれません。まだ旋盤を作業台に固定していないので固定した後で対策を考えていきます。いよいよ一番大事な主軸の状態を見ていきましょう。10分ほど回して温めて作業中の温度にして行います。面の触れは100分の1くらいでした。次は主軸に対して横送りの直角度を見ます。同じところで測るために適当な位置に印をつけてテーブルをスライドさせます。このゲージが意味するのは奥に行くに従ってテーブルが離れていっているということです。これは残念な結果です。旋盤はこの値が同じかまたは近づいていかなくてはいけません。なぜならば例えばワッシャーのようなものを作ったとします。その時に中心に厚みがついて座りが悪い製品ができてしまうからです。ここもなるべく早く直したいところです。主軸の型やたわみはこのようにして測ってみました。5kg の力をチャック付近でかけて1000分の5ミリくらい。10kg の力をかけて100分の1くらいでした。スラスト方向の型や伸びも見ておきます。10kg の力で100分の1ミリ以下でした。私の用途では十分な精度かなと思いました。よくわからんけど。次は外形を削ってテストしたいので各部分の隙間の調整をしておきます。箱から出した状態だとここの隙間が少し大きめでした。各修道面の型付きの調整はそれなりに時間がかかりましたが退屈なのでカット。ハンドルに少し抵抗が出るかなというところを狙って気が済むまで調整します。動画がなくなっていましたが刃物台等のあり溝も調整しました。それでは最後になります。ここまで来れば外形を削ることができますね。この丸棒をテールストックで押さずに削れば主軸の同軸がどれくらい出ているかがわかります。今回はアルミ2017の 30mm を切削しました。なぜアルミにしたかというと重さでのたわみの誤差が少なく切削抵抗も少なめでそれなりに正確に測れるかと思ったからです。しかしこの長さの丸棒をセンターで押さずに切削するのはさすがに無理がありました。バイトをかなり尖らせて砥石で丁寧に研ぎましたがビビリとむしれが止まりません。そこでいろいろと考えた結果このようにしてみました。まずはシャフトの端の方を整えます。ここは適当で大丈夫です。次はチャックを四つ詰めに付け替えます。シャフトの根元を四つ詰めで掴んでさっき切削した部分の芯を出します。今ここの外形は主軸の軸線上で芯が出ている状態です。ダイヤルゲージをこの辺りに当ててダイヤルゲージが触れないように固定センターをセットしていきます。あとはシャフトの適当な位置の外形を同じメモリで切削してマイクロメーターで太さを測ればどのくらいこのシャフトが円錐に削れたかがわかります。私の旋盤の場合右に行くほど30センチで 0.1 ミリ細くなったのでその半分の100分の5ミリ傾いているということですね。これは太くなるよりかは良い結果です。ということで今回は旋盤の状態をざっとですが計測してみました。この計測をしておくと誤差をなくす形状や段取りができて工作に役に立つのではないでしょうか。今回計測した中でテールストックが下がっているのと横送りの直角が出ていないのが許せないのでここを直していく動画を作りたいと思います。次回はバイトの削り方をお送りします。よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。
哲夫がお送りしました。それでは次回、さようなら。